皆さんこんにちは、ガジログです。今日は Redmi スマートバンド Pro の情報をお伝えいたします。こちらはですね、Xiaomi のグローバルサイトになりまして、まだ日本では発表されていないモデルになっています。突然ですね、こちらのモデルが私も知るところにありまして、全くのノーマークでしたね。今回こちらのモデルを見る限りの話なんですけども、まずパッと見非常にファーウェイバンド6に似てるなという印象でした。そしてプロって名付けていますので、相当ブラッシュアップしたモデルではないのかなというふうに予想も立てています。で、今回は Redmi スマートバンド Pro のモデルをお伝えしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ではまず最初にどんなモデルなのかを Xiaomi の公式のサイトを見ながら見ていきたいと思います。まずパッと見ね、先ほどお伝えしましたけども、ファーウェイバンド6のデザインというか、形に非常に似てるなという印象です。そして私が個人的にいいなとパッと見でまず思ったのはこのバンドですね。Miバンドシリーズのこのバンドが採用されているっていうのが非常にいいな、ありがたいなと思いました。これやっぱり止めやすいんですよね。一回通してバンドのこの穴のぼっちにポチッと止めるだけでいいので、本当に通しやすくて使いやすいなと思っていたので、ちょっとこれは期待ですね。ではまずざっとスペックを見ていきましょう。ワークアウトに関しましては110種類以上となっています。そして防水性能に関しては 5ATM になっています。 50m 防水ですね。そして画面が AMOLED となってますね。 1.47 インチが採用されています。そしてスリープクオリティ、これは睡眠計測ですね。でこちらのトラッキングも入っていますよ。そしてバッテリーに関しましては14日間持ちますよとあります。そして SpO2 ももちろん、そしてハートレートですね、心拍数の計測もできるようになっています。このあたりは今まで通りという感じでしょうか。では早速細かな部分を見ていきたいと思います。 All You Need to See 1.47 インチフル AMOLED となっています。有機 EL パネルが採用されています。 AMOLED がね、もともとMi スマートバンド6ももちろんそうでしたけども、 AMOLED のディスプレイっていうのは非常に発色がいいので、屋外でも見やすいですし、屋内でも特に夜間ですね、ちょっと暗い部屋でパッと見るときにも非常に発色が良くて見やすいですよね。そして 66.7% のスクリーンのボディレティオですね、占有率が記されています。このディスプレイのデザイン見てみますと、長方形の、お弁当箱みたいな感じでしょうかね。ファーウェイバンド6は丸みを帯びているんですけども、こちらはエッジスタイルという感じになってますね。これはかっこいいですよね。そしてビビット&ブライトですね、450ニットになってますね。明るさに関してはこれは結構明るいですよね。そして日光の下でもう非常にクリアに表示されるということが書いてあります。ピクセル数は 194×368 になっていますね。横が194ピクセルに368ピクセルになっています。そしてウォッチフェイスに関しましては、バンドフェイスって書いてありますけども、50種類以上ありますよとありますね。でスムースコンフォテーブルって書いてありますね。デザイン度は非常に軽量になっています。ワークアウトですね、110種類のモードがあるということなんですけども、まずアウトドアランニング、この辺りは普通ですね。でトレッドミル、アウトドアウォーキングで、アウトドアのサイクリング、ハイキング、トレイルラン、トレッキング、インドアサイクリング、そしてエリプティカルでローイング、ジャンピングロープ、これ縄跳びですね、ヒート、ヨガ、フリースタイル、プールスイミング、もろもろとなっていますね。私が大体行っているものなんですけども、アウトドアウォーキング、そしてインドアサイクリングですね。そしてヒートはやらないんですけども、インドアの筋力トレーニングという感じでしょうか。それは多分こちらの方に入ってるんじゃないかなと思われます。Start your workout whenever you want。Redmi スマートバンド Pro は3種類のこちらのトレッドミルとアウトドアランニングと、そしてアウトドアウォーキングに関しましては自動で計測を始めてくれるってことですね。これいいですよね。そして 50m 防水ですね。こちら 5ATM 対応になっていますので、イメージを見てみますと、サーフボード持ってウェットスーツ着てますので、海でも使えますよというアピールしているのでしょうか。24時間心拍数のモニタリングができます。こちらの機能も今まで通りという感じですね。そして SpO2 トラッキングもできます。ただし残念なのが24時間計測ではないということになっています。そしてスリープクオリティトラッキングですね、睡眠計測にもなっています。睡眠の質ですねのトラッキングができるようになっています。
こちらも今まで通りという感じですね。そしてストレスレベルモニタリングも導入されています。そしてこちらがですね、深呼吸、マインドフルネスみたいな感じですね。そしてこちらも最近搭載されていますけども、女性の健康に関する機能となっています。そしてこちらはマグネット充電になっています。そしてバッテリーの寿命はですね、14日間の一般のモードになっています。そして省電力モードであれば20日間持ちますよと記されています。やっぱりこれも順当な感じですね。ただ、14日間はっきり書いてありますけども、実際のところ10日間とかね、使い方によっては5日間ぐらいしか持たないっていう場合もありますので、これも設定次第かなという気はします。そして使うアプリに関しましては Xiaomi Wear ですね。そして連携としてはストラバ、そして iPhone 使っている場合は Apple Health に連動することができるようです。そしてその他の機能としましては、便利機能としてこちら音楽再生コントロールですね、天気予報、そして通知、ノーティフィケーション、お休みモード、こちらは立ち上がってくださいというモードになっていると思います。そしてインカミングコール、ノーティフィケーション、着信通知ですね。そしてアラーム、そしてカウントダウンタイマー、スマホをね探すという機能になっています。ストップウォッチですね。はい、それでは詳しいスペックの方を見ていきたいと思います。まずはサイズですね。高さは 42.05mm、 そして幅は 24.45mm、 厚さですね、こちらは 10.15mm となっています。そして重さに関しては 15g、バンド抜きとはいえ軽いですよね。めちゃくちゃ軽いですね。ディスプレイに関しては 1.47 のアモレットタッチディスプレイ、そして解像度もね先ほどお伝えしました。そしてバッテリーに関しましては 200mAh リチウムイオンポリマーですね。そして充電方法はマグネティックチャージ、通常使用では14日間、そして省電力モードでは20日間20日持つことになります。動作環境に関してはこちらですね、10度から45度、充電の温度は0度から45度の間にしてください。そして使用の湿度に関してもね書いてありますけども、 10% から 90% の間使ってください。できれば結露しないようにしてくださいとありますね。時期によってはですね、冬の冷たい空気にさらされて、特にやっぱり雪国の方なんかめちゃくちゃ冷えると思うんですね。マイナスの世界で暮らしている方もいらっしゃいますので、めちゃくちゃ機器冷えますとバッテリー落ちたりしますよね。私以前スマホマイナス16度の中でウォーキングしたことがあるんですけども、 iPhone やっぱり30分持たないですね。冷えすぎちゃって電源がもう入らなくなってるんですね、気づいた時には。マイナス10度まで使えますとありますけども、これもねどうなんでしょうかね。状況によっては電源落ちてしまうっていうこともあるかもしれません。バンドとかウォッチっていうのは肌身につけていますので、自分の体温から来る熱で、落ちにくいのかなという気はします。そしてシステムランゲージですね。これ嬉しいことに日本語ジャパニーズ対応してますね。ということは今後日本でも入ってくるかもしれませんね。公式にこれグローバル版ですけども、ひょっとしたら今年はないかもしれませんけども、来年あたりに春とかね初夏の頃でしょうか、そのあたりに日本でもね公式に国内版として発売される可能性もなきにしもあらずという感じでしょうか。そしてスペックに関してね、こちらの先ほどもお伝えしましたように GoATM で 50m 防水で、 Bluetooth は 5.0 ローエナジー対応ですね。そして Apollo の 3.5 の CPU プロセッサーになっています。詳しいね内容に関してちょっと見てきましたけども、気になる点もいくつかやっぱりありますね。まず一つはミーバンドから踏襲されていますけども、ボタンがないんですよ。全てタッチでやるっていう意味では面倒くさいこともただあるかなという気がします。ファーウェイバンド6を使っている身からするとやっぱ欲しかったなという気はしますし、ミーバンドシリーズをずっと使ってきた方からすればこれは普通のこと、当然のことかもしれません。でもあればあったでやっぱ便利だなと思います。そして GPS も搭載されていません。ですので単体で運動される方に関してウォーキングとかねランニング外でされる方はスマホを持っていないとその自分の歩いた軌跡ですねマッピングしないということになります。そしてノースピーカー、そしてマイクロフォンですね。スピーカーとマイクに関してはついていませんので、Bluetooth で着信があった時にそのまま通話するってこともできませんし、何かしら音をここから出すってことももちろんできませんので、そこも要注意ですね。そういう意味では以前のミーバンドシリーズから変わってないということにはなります。あくまでもバンドシリーズですね。ウォッチではなくバンドになりますので、ある程度機能を省いたモデル、そしてリーズナブルという感じになってますね。そしてもう一つは SPO2 の24時間計測がやっぱりまだ入ってこないということですね。
10分後とか30分後とかの設定はできるようになっている感じはしましたけど、それは実際見てみないとちょっとわからないので定かではありません。とはいえ10分でも30分でもできるようになったとしたらそれはそれでいいですよね。そしてAlways on Displayが使えるんじゃないかという感じです。これはちょっとどうなんでしょうね。 YouTube のこの紹介していたチャンネルを見ますと常時表示機能ができるようになっている感じなんですね。で設定から有効にすることができて、当然ですけどバッテリーの消費も早いですよとありました。これはめちゃくちゃ嬉しいですよね。待望の機能の一つになります。やっぱり一回慣れちゃうとAlways on Displayはめちゃくちゃ便利ですので、これはあったら相当強い機能になると思います。ということで今回はこの Redmi スマートバンド Pro に関して情報をお伝えしました。いち早くというか使ってみたいなという気がします。グローバル版でもしアリエクあたりでね購入することができるのであればちょっと気になりますね。そして日本国内の発売も待ち遠しいという感じですね。また新しい情報がありましたらお伝えしたいと思います。では今日はこの辺りにしたいと思います。このチャンネルではこうしたスマートバンドやスマートウォッチ、スマホ、格安 SIM、また海外の発表の情報などをお伝えしています。この動画が良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。